はい、先生、おはようございます。はい、おはようございます。今回の節子の部屋はちょっと特別編ということで、今日はどういったことを？いつもはね、米粉で簡単にこんなに美味しく作れますよっていうレシピを発信してるんですけど、時々グルテンフリーって何ですかって聞かれることがあるわけなので、今日はちょっとグルテンフリーの勉強していきたいなと思ってます。ズバリその米粉グルテンフリーの超ガチ勢に効くというふうに銘打とうと思ってるんですけれども。はい。大丈夫かどうかわからないけど。いや、日本初のグルテンフリーカフェを作ったの誰でしたっけ？はい、私です。従来の常識を覆すグルテンフリーなのに手でこねられる米粉ミックス粉、これ開発したの誰でしたっけ？私です。はい、で米粉関係のレシピを4冊も発刊しているのは、はい、私です。超ガチですね。はい、グルテンフリーってなんだってなった時に、大塚先生に聞くのが一番早いだろうと。なるほど。いうことになりましたので、はい、今日その辺についてお話を伺っていきたいなと。はい、今日は何でもグルテンを見せていただけると。そうですね。グルテンって一体何なのってグルテンの正体を皆さんとね確認していきたいと思います。なるほど。100万一見に近づく。はい。では早速見せていただきましょう。はい。お願いします。よろしくお願いします。小麦粉ね。小麦粉が 100g 使っていきますね。で、吸水入れるでしょ。こねるだけね。久しぶりだわ、小麦粉ね。ここにはほら小麦粉一切入れないから。そうですね。いつもはね。私もね。今までほら粉だったじゃない？ね、粉だったところにお水を入れてこねることによってこの子たちは一塊になってくるわけよね。で、そうすると小麦の中にグリアジンとグルテニンっていうタンパク質があって、それが水を入れてこねることによってグルテンという物質に変わってくるわけ。だけど米粉ってグルテンがないでしょ。だからいくらこねてももう米粉のままなわけよ。だけどこの子たちはほら性質が変わってくるわけ。水が入ると二度とこの子たちは小麦粉には戻らないんですよ。だけど米粉は乾くと米粉に戻ってきちゃうのね。だから人格が変わらないから、人格っていうのは変わらないからね。すごく伸びるんですね。伸びるのよ。そう、これがグルテン。ほらこれが柔軟性があって、ほらガスを包んでパンになったり、麺のコシになったりするわけよ。手ベタベタでしょ。本当ですね。すごいでしょ。これがでも小麦の力ね、いい意味でね、いい意味でもどういう意味でもね、本当にだからね、洗い物も大変だったわ、そういえば。でほらこういうふうにベタベタするから洗うとたわしなんかがもうベタベタになっちゃってね、確かに大変でした。これでパンを作る時もね、これで一次発酵があって、で今度分割して、ベンチタイム取って成形してまた発酵してそれで焼いていくの。随分わがままなんですね。わがままっていうか時間かかるのね。だから米粉のほらいつもやってるパンは小麦粉の1/2ぐらいの時間でできちゃうね。今までほらベタベタしてたのが離れるようになるでしょ、台からね。で一回手にくっつくとね、こうお友達連れてきちゃうわけよ。ちょっと手をきれいにしましょうかね。かれこれ5分こねてますね。5分ぐらいこねるわね。だんだんほらまとまってきたでしょ、生地がね。そしたらね、ちょっと見て、こういうふうに伸ばすでしょ。とかってほら膜ができるでしょ、これ。ね、これもっとこねるともっと薄い膜がきれいにできる。これがグルテン膜って言われる。でこれがほらパンのガスを包んで、お部屋を作ってこう積み重ねていってパンになるわけ。ね。小麦粉、粉だったものに水が入ってこねられることによってこういう性質に変わってくるわけよ。ね。でこれじゃあ今のこれがグルテン膜なわけよ。ね、グルテン膜ね、このグルテン膜のグルテンをじゃあ今から出していきましょうか。はい、それではね、今からグルテンを取り出していきます。ね、これ洗っていきますよ、どん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 ね。ほとんどいいんじゃない？グルテンだと思うよ、これが。はい、これがグルテンです。このガムのようなほら粘っこいの。じゃあ今度は米粉ね、米粉です。100g をさっきと小麦粉と同じ 100g にお水入れるでしょ。真っ白ね。ですね。そう。グルテンってね、色を持ってるんですよね。だから色がちょっと違うよね。日頃こんな風にこねないわよ。米粉はね。今日ほら同じようにこねてちょっとね、まとめてみます生地をね。ほら手に全然くっつかないでしょ。さっきベッタベタだったじゃない。ちょっと出してね。こうやっていきます。
ですね。ギュッと使ってギュッと使ってね温めていきましょう。綺麗。ほらすぐにこんな風に綺麗になっちゃうね。本当に良い子。こねないけどほらまとまったでしょ、生地がね。はい、でこの子をじゃあ洗っていきましょうか。はいね、同じように洗っていきますよ。じゃあね、ただちょっと多すぎるから半分ぐらいにしとこうかな。はい、じゃあ、今からねこれ洗っていきますよ。何にも残らないのよ。ね。だから分かったでしょ。小麦粉は水が入って小麦粉じゃなくなっちゃうわけよもう。ね、グルテンという物質に変わっちゃうわけ。はい、人格が変わるって私は言うけどね、性質が変わっちゃうわけよ。だけど米粉は見てほら。何も残らないの。米粉はずっと米粉のまま。これはグルテンフリー。グルテンがないでしょ。はい、ね、これがグルテンフリーなわけですよ。小麦粉との大きな違い。だから本来は小麦グルテンがなくってこんなに簡単にパンができるとか、っていうことはねちょっとね最初の頃は米粉を開発した当時には誰もが思いつかなかったんで、こんな感じでほら何も残んないね。これがグルテンフリーです。ほら溶けちゃうでしょ。というわけで先生、グルテン見せていただきましたけれども、ああいうものなんですね、グルテン。そうなの。でグルテン粉って売ってるのはグルテンの粉売ってるじゃない、あれを乾燥して、作られたのが材料店とかで買えるグルテン粉になるわけよね。お麩だね、生麩、そういうことですね。生麩ですね。そうですか。あれが要は体に悪いというか、そういうふうに言われている。そうね、小麦もかわいそうなんだけど、本来原種はね、ほら私は思うんですけど、神様がいたとしたならばよ、地球に3つの主食を送ってきてもらえたと思ってるの。で米でしょ、それから小麦でしょ、大豆ね、これが三大主食だと思ってるわけ。だから最初原種の時はグルテンはもともと人間が食べるように作られてたはずだと思うわけよね。だけどそれが長い歴史があるじゃない。小麦粉にしてね、美味しいパンを作ったり麺を作ったりね、パスタを作ったりするために人間の都合によってたくさん品種改良されてきちゃったわけよ。で特にね緑の革命って言われた時代があって、これからは人類が増えて小麦をねたくさん取るためには、化学肥料ねたくさんまいて一つの苗からねたくさんの実ができるように開発された時があったわけよ。でそうするといっぱいついちゃったもんだから倒れちゃったのみんな。ね、それで、じゃあ、Y 性小麦って言って背の低い小麦を開発しちゃったわけよ。そこでまた人為的影響がどんどん関わってくるよね。でおまけに海外っても広大な土地だからさ、ヘリコプターとかでガーって飛行機とかでガーって農薬とかまくわけよ、と化学肥料とかね。でそうするとそれをたくさん受けた小麦になっちゃうわけじゃない。でおまけに今度、だんだん進んでくると草が生えるじゃない。で草が生えるの大変じゃない、広大だから。で除草剤ができた、ね。でその除草剤は草は生えないのよ、その除草剤をまくと。だけど小麦は生えるのよ、ね、わかる？小麦は生えてくるわけ。草は生えないの。でも小麦は生えるの、育つの。でしょ。でそういうところで取られた小麦が今度長い船便で来るからホストハーベストとかね、保存剤、殺虫剤だよねをかぶった小麦が来て、私たちの食卓に上ると、小麦粉になるということだから、やっぱり何かが変わってるんだよね。本来あるべき姿から変わってきてると思うの。だからいろんな意味で人間の体に及ぼすような、グルテンになっちゃったんじゃないかな、小麦になっちゃったんじゃないかなというふうに考えていますし、そう言われていますね。で、もともとでも小麦の持ってるね特徴、タンパク質グリアジンとグルテニンというねタンパク質が水を加えられてほら小麦じゃなくなっちゃうわけよ、二度とね。で、そういうことに対してもやっぱ耐性、長い間食べてくると、耐性が崩れてきたりっていうことがあるんじゃないかなと思っています。でその一つのあれがね、ヨーロッパ欧米よね、小麦の食文化の人たちが今小麦を食べられなくなっちゃう病気、シリアック病またはセリアック病って言いますけれども、小麦を食べると栄養が吸収できなくなっちゃう。
ね、さっきの粘りがあるじゃない、はい、あれが腸壁にくっつくと過敏症でそれをねなんかこう排除しようとしてこう攻撃しちゃうんだって腸自体がね、でそれで栄養も吸収できなくなっちゃうっていう病気がシリアック病で、そういう人たちが海外にすごく欧米社会特にね多くなってますね。で前にもほら一回シドニーのグルテンフリーエクスポに出させていただいた時があるけれども、もうすっごかったよね。もう遠くから車で全部こう買い足しに来てね、本当にこんなに多いんだなと思って、あと大きなスーパーなんかすごいじゃん、棚が、もうグルテンフリーのね、でなんかなんか日本のこうなんか着物着たお姉さんがね模様になってるグルテンフリークッキー、なんだと思ったらおせんべいだったけどね、だからそれぐらいなんかグルテンフリーの今棚が世界中というか欧米では広がってますよね。小麦を食べる食文化なのに小麦が食べられなくなっちゃうっていうねことがあるわけですよね。あともう一つリーキーガットって言って、それ日本人にも最近増えてきてるみたいね、腸に栄養を取り込むために私たちのところにゾヌリンっていう物質があるんだけれども、ゾヌリン、そこにグリアジン、グルテン化のグリアジンだねが腸内にたどり着くとそれが活性化しちゃうんだ。でそれはねゾヌリンって何かっていうと、腸がいつもこう結びついてるわけだよね、栄養が入ってくるとある程度こう緩めて栄養を吸収するわけよ。で、ね、それで栄養を吸収するんだけど、そのグリアジンが入ってくることでそのゾヌリンがね活性化しちゃうんだ。だから腸がこういつもこう緩和状態だから、そこで栄養もウイルスとかもね逃げ出しちゃう。リーキーガット、漏れるガットって腸になっちゃう、ね、でそういう人も出てきて、でもちろんねその小麦過敏症で、例えばだけど未病だよね、なんかこうだるいわとか、眠いわとか、肩が凝るわとかで、そういう人たちはもしかしたらよ1週間ぐらいね小麦を食べないでいてもらうと体調が回復する人も結構いるかもしれない。まだその診断されてないけど、そう実はっていう方がいるんじゃないかなと思そうですよね。そう思いますね。でそういう方たちもなんかほら、でも自分の体調ってこんなもんだなってこう思い込んじゃう。だけど一回リセットしてもらってもいいかもしれないね。それね。やめにくいですけどね、小麦って。そうもうね食べないでいられる気ないものね、もうね。だってほら朝はパンでしょ、昼間はラーメンでしょ、夜はパスタとかさピザとかさなんかあるじゃない。でスイーツはスナック菓子、ね、ケーキとかもみんな小麦じゃない。食べにくいかもしれないけど、節子の部屋に来ればほら何でも簡単に作れちゃうから。で意外と簡単に食べられちゃう。日本ってほらご飯が美味しいじゃない。でちょっとの間だけね我慢して心がけて食べないでいてくれるといいかもしれないよね。1週間ぐらいで大体1週間でなんとなく分かってくると思う。で調子が良かったらもう1週間伸ばしてみると、今度ね小麦をね食べなくてもいいような状態になる。なんでかっていうと小麦の中にはモルヒネと同じような作用があるって言われていて、食べることによってもっと食欲が旺盛になっちゃって、もっと食べたいね、食べれば食べるほど食べたくなるっていうような効果もあるって言われてるんですよね。だから一回ねちょっと試してみるといいかもしれないわね。であとは日本人に多いのは小麦アレルギー、ね、小麦アレルギーもまだ原因はねよくわからないですけれども、今、3大アレルゲン、卵、乳製品、小麦になってるのよね、が3大アレルゲンになってますけど、だいたいほらアトピーとか、それから、あと喘息か食物アレルギーですよね。そういうものを起こす原因になったりしてる。でもねさっき見てもらってわかるでしょ、グルテンですよ、あれが自分たちの体の中にあって、あれ消化しないのよ。ね、でだからちゃんと健康な人、腸内細菌が活発な人はそれをちゃんと出してあげる力はあるけれども、それを整ってない人、体力の弱ってる人とかねっていうことだと、やっぱそれが過敏症になってるっていうことで拒否をしたりするようになったりするかもしれないわけよね。だから特に日本人の腸はもともとねこれだけ小麦を、もちろん日本も昔からおうどんがあるからね食べていたけど、これだけ小麦を毎日毎日食べるような食生活はしてなかったわけで、ところが今本当そういう時代になっちゃったから、それを解消していくにもちょっと立ち止まってね、グルテンフリーってなんだよって思うかもしれないけど、私たちの腸はもともと米を食べてね育ってきたわけだから、腸内細菌もおそらくね
腸がきれいでいられるよね。グルテンが要するにガムじゃない、ね、ガムみたいだったじゃない、あれがくっつかなくていいっていうことなのよね。そういうふうにして思ってます。だからグルテンフリーをすると美容にいいとか、ダイエットにいいとかもちろんだって、ダイエットにいいっていうのはね、いや一説によるとね、ダイエットには食べるものがあんまりないから小食になるっていう一つのあるのね。であとは小麦は食べれば食べるほどお腹が空くような感覚になるから小食になるってことはあるわね。であと美容っていうのは腸内細菌がほら全部全て健康を司ってるって言われてるわけじゃない。だから美肌にもなるし、腸内細菌が整えば健康になって肌もきれいになるってことだよね。でその役目をしてると思う。だから別に米だけじゃなくって雑穀もそうだしね、グルテンを取らないっていうことがまず始めてみる一歩であってもいいのかもしれないと思ってます。はい、腸がね、特に今腸活なんて言われてますけど、そう第二の脳って言われるぐらいですよね。そういうことですよね。だってそれがだって今までね、健康全部ね、人間の体の健康を司ってるなんて最近ね分かってきたわけですから、いかにその腸が大事か、だからいかに何かを足すんじゃなくってね、自分の体の中でそのいい環境を作ってあげるっていうことよね。だから例えばほら乳酸菌、ヨーグルト食べるとか納豆を食べるとか、それもいいと思う。それもいいけど、まず自分の腸の中に余分なものを入れないってことも大事なんじゃないかなっていうふうにして思います。その一環としてのグルテンフリー、そうね、ガムを一回やめてみるという、やめてみたらどうかなって思う。でほら大塚式だと本当に何でも作れちゃうので、米粉でね、で簡単に、それさっき見たでしょ、小麦だってあんなにこねなきゃいけないわけよ、ね、だけどほらこねなくていいからね、簡単に時間も短縮で体に優しくて美味しいものが作れるのが大塚式なのね。で例えば私もね3年前まで極度の花粉症、もうアナフィラキシーが起きるほど本当に大変だったのね。で本当大変だったの。で3年前からそれまでもちろんねグルテンフリーやってたんですけど、徹底してやったの。でグルテンフリーとオーガニック食材かな始めたら、去年2年目はね1週間ぐらいちょっとだけお薬飲みました。授業があるのでね、嫌じゃない、鼻ズルズルしながらやるのが嫌だったから1週間飲みました。で今年は目薬を1週間だけさしただけで、あと治りました。ほぼ完治、ほぼ完治。来年は大丈夫だと思うのね。だから皆さんももし本当にねそれがどうしてそうなったかっていったら、腸内細菌が元気になったんじゃないかなっていうふうにして、腸内環境がね整ったっていうことだと思うの、ね。だからそれってやっぱり食べるもので健康が生まれてくる。だってほらジョコビッチね、ジョコビッチはほらグルテンフリーになってチャンピオンになったのよ。だから私もいつももう錦織君が負けるでしょ、ジョコビッチにね。その度に錦織君もグルテンフリーやればいいのになって思うんだけど、スポンサーね。今日のねこの会が、少しでも多くの人のね心にグルテンってこういうもんなんだっていうことが届けばね。本当はねもう喋るともうすっごい奥深くまでいっちゃうんだけど、本当にだから自分のね体をまず大事に、特にこんな時期ですからね、自分の健康を大事にするってことを一番に考えたならば、ちょっと我慢してみてもいいかもしれないかなっていうふうにして思います。はい、今日はとりあえず小麦に水が入ってそれ洗い流すとグルテンが出てきたよね、あれがグルテン、米粉に水を混ぜて洗ったけど何も出てこなかった、ね、でそれがグルテンフリーっていうことがまずね目でね分かっていただけたらいいかなというふうにしては思ってます。はい、とてもいい会になったんじゃないかと思います。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。先生、はい、来ましたねコメント。おーありがとうございます。待望の、コメントがね、来てとっても嬉しいなと思うんですけれども、リクエスト届いてます。そう。ケーキとそれからチーズナン。チーズナンね。私なんかインドカレー好きなんで食べたいなっていう思っていたので、なるほどなと、そういうリクエスト届いてます。本当ね。どうしましょう。
まずね、じゃあね、初トライチーズナンやってみましょうか。嬉しい、ありがとうございます。でね、その後はね、どら焼きやりたかったので、っていうかね、どら焼きのみんなはコメント欄に書かないでメールできたりするのよね。どら焼きも入ってたので、どら焼きやって、で、その後ぐらいに、フライパンのケーキ行ってみようかなと思ってます。どら焼きいいですね。どら焼きね、美味しいのよ。できるんですか？できちゃうの。簡単にできちゃうの。もういつも簡単にできちゃうのね。そうですね。はい。その簡単具合が今日の動画見てると、そうね。さらにわかりますね。なんかね、うちの生徒さんで、本当このお焼き本当に楽しみで、もうよく作ってますって言ってくれて。嬉しい。美味しいって。はい。現在コメントの方これからもね。そう、皆さんコメントよろしくお願いします。はい。先生が直接返すこともあるかもしれないしね。はい。わかりました。頑張って返せるときは返したいと思います。コメントくれればと思います。じゃあ、そういうわけでね、座学の会だったわけですけれども。簡単にね。はい。大成功だったんじゃないかなと。ありがとうございます。はい。じゃあまた次回の節子の部屋でお会いしたいと思います。はい。ぜひよろしくお願いします。ちょっとね、あれなんですけど、5月から、大塚節子の、グルテンフリーオンラインスクール、いよいよ始まりました。で、概要欄に詳しくね、載ってますので、ぜひご覧になっていただいて、全国どっからでもパンを同じようにね、作っていただける動画付きでございますので、ぜひトライしてみていただけたら嬉しいなと思ってます。で、今日の、なんだっけ、チャンネル登録と、もうね、すいません、チャンネル登録と、なんだっけ、いいねボタン、グッド評価。グッド評価なの、グッド評価、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。では、次回の節子の部屋でまたお会いしましょう。またね。